俺の名前はソラミリク、サンフランシスコ郊外に住む23歳の留学生だ。まだ留学間もないが、知人が仕事でフランスへ行くことになり、その手伝いを頼まれた。車を空港の駐車場に停めて、チェックインカウンターへ向かった。この時の自分は2週間後に疲労のどん底へ突き落とされることとなるとは知る由もなかった。無事に搭乗でき、あとはシャルル・ド・ゴール空港まで約11時間だ。今の時間は朝の8時、時差ボケで変な感じ。さあ、入国審査も終わったし、待ち合わせは今日の夜だから、ホテルに荷物を預けて、パリ市内を観光しよう。タクシー乗り場に向かうため、エスカレーターに向かっていたら、1階のロビーにライフルを持った軍隊が集結していた。あれ、なんかアナウンスされてる。爆弾テロかも。急いで空港から出ないと。急げ、早くタクシーに乗らないと。ホテルファニーへ。Où vas-tu? ホテルファニーへ。Je ne sais pas. 急いでいるのに分かってもらえない。地図を広げて指をさして教えたら、やっと分かってもらえた。あ、両替忘れた。爆弾テロかと思って焦っていたから、両替を忘れていたことに気がついた。まあ、ドルでも払えるだろう。アメリカドルしかないんだけど。200ドル。いくらドル払いでも100ドル超えないでしょう。でも話も通じないし、仕方なく200ドル払ってタクシーを降りた。今日から宿泊する空見ですが、荷物を預かってもらえますか？はい、お預かりしておきます。ホテルに荷物を預けて凱旋門を見に行こうと歩き出した。大体の方向で歩いていたら、路地裏に入り込んでしまった。近くにいたおばさんに道を聞いてみた。この道まっすぐで凱旋門に行けますか？まっすぐ行ったら大きい通りに出るから、そこでまた聞いてみて。ありがとう。学生さんの旅行なの？はい、そうです。パリは物価が高いから大変でしょう。これ食べな。ありがとう。なんだろうこれは。あ、エッフェル塔が見えた。お、あれが凱旋門か。無事、凱旋門も見られたし、ホテルへ帰ろう。迷いながら歩いたので、どんどん疲れてきた。もう歩けないと思って、道でタクシーを拾って、今度は最初から地図を見せて、ホテルの場所を教えた。疲れていたのか、うとうとしてしまっていたら、タクシーが止まった。着いたよ。周りを見渡しても、ホテルはない。ここじゃない。いや、お前はここだと言った。アジア人はここが好きだろう。よく外を見ると、そこはムーラン・ルージュだった。言い争っても不毛なのでタクシーを降りた。はあ、また歩くか。また迷いに迷ってホテルに着いたら、もうチェックインできる時間だった。そのまま部屋に入ってシャワーを浴び、一寝入りした。ちなみに後から聞いたのですが、空港の軍隊はやはり爆弾テロ予告に対して出動したとのことでした。知人からお手伝いのお礼にギリシャ観光をプレゼントしてもらえた。さあ、今日はアテネから帰る日だ。帰路はフランクフルトを経由してサンフランシスコまでだ。朝早くにアテネを出発し、フランクフルトへ向かう機内で
フランクフルト空港が霧のため着陸できないので上空で待機します。乗り継ぎ間に合うかなと心配になったが、どうしようもない。1時間くらい上空を旋回していたら、燃料がないので近くの空港へ着陸します。なお、天候が悪いので揺れる可能性があります。テーブルを元へ戻し、座席ベルトを締めてください。機内がざわつき始め、乗務員が説明に回っていた。どこかの空港に無事着陸し、燃料補給が始まった。フランクフルトの天候が回復しましたので、フランクフルトに向け出発します。少しのフライトの後、フランクフルトに無事到着した。乗り継ぎ時間には余裕を持っていたが、到着が5時間遅れてしまったので、当然のことながら乗り継ぎ便には乗れず、航空会社職員に聞いたところ、翌日便にするか、同一航空会社で空席があればどのアメリカ行きの便に乗っても大丈夫とのことだった。ちょうど目の前にワシントン DC 行きがあったので、係員に乗れるかどうかを聞いてみたら大丈夫ということで搭乗した。離陸し、座席ベルトのサインが消えた時に、女性の乗務員さんにワシントン DC からサンフランシスコに乗り継げますかと聞いたら、まあ、子供が一人で旅行しているの？フランクフルトまでの便が遅延して予定していたサンフランシスコ行きの便に乗れなかったことを説明したら、子供一人なのに、まあ大変。サンフランシスコへは観光で？いいえ、留学中にフランスへ旅行に行っていて帰るところです。留学ビザなのね。ワシントン DC は留学ビザだと再入国できないと思う。ええ、じゃあどうしたらいいの？どこかの国からワシントン DC を経由してサンフランシスコへ行く国際線にトランジットできるといいけど、でもいつの便があるかわからないから任せなさい。今すぐ機長に相談して全てを手配するから。なんかめちゃくちゃ子供扱いされたが、親切に対応してもらえるのでそのまま否定はせずに航空券を渡して手配をお願いした。しばらくしたら先ほどの乗務員さんが戻ってきて、機長にワシントン DC の地上職員に連絡してもらって全ての手配を完了したから安心してね。ありがとう。もうすぐ着陸というアナウンスが終わった後、先ほどの乗務員さんが来た。着陸しても席から立たずにそのまま座っていてね。あなたは私たちと一緒に降りるから動かないでね。なぜなのかよくわからなかったが、親切な人なので言われる通りにしようと思った。着陸後、他の乗客はどんどん降りていき、機内には自分だけになった。しばらくして親切な乗務員さんがこちらに来た。さあ、私たちと一緒に降りるわよ。入国審査も一緒にするから私の隣にいてね。飛行機を降り、空港内を機長を先頭にした列の中に入って歩いていると、入国審査待ちの他の旅行客がみんな見ていた。事前に手配をしてもらえたので入国審査では何も聞かれなかった。そのままクルー専用の入国審査をスムーズに通過したら、私はここまでね。この後は彼が全て案内してくれるから。ありがとう。じゃあ荷物を取りに行こうか。手荷物受取所のコンベアの前に行ったが、自分のスーツケースは出てこなかった。最初の搭乗手続きと違う便に乗ったから
この便には載っていないね。そこのカウンターで手続きしよう。そこのカウンターでクレームタグを渡し、手続きをした。大丈夫、少し時間はかかるけど荷物見つかるから安心してね。さあ、乗り継ぎ便の場所へ移動するよ。お腹空いてない？少し空いたかも。ちょっと待ってて。すると、その職員さんがホットドッグとコーラを持ってきてくれた。ありがとう。ここで搭乗の案内があるまで待っててね。じゃあ、いい旅を。ありがとう。これで、やっとサンフランシスコへ帰れる。やっとサンフランシスコに着いた。さあ、家に帰ろう。あれ、どこに車止めたって？ 2 週間前のことなんて全く覚えてない。こんなことなら駐車した場所の騒音と番号を控えておけばよかった。ああ、やっと見つかった。もうヘロヘロ。ちなみに、俺のスーツケースはアメリカ各地を旅して1ヶ月後に手元に届きました。腐るもの入ってなくてよかった。いかがでしたでしょうか。旅はいろいろな出会いがあっていいですね。今の世の中であればスマートフォンを使って翻訳もできますし、地図アプリで行きたいところへ道案内もしてもらえます。ただそのためにいろいろなことが自己解決してしまいますので、通りすがりの人に質問したり道を尋ねたりすることがなくなります。当然スマートフォンは便利ですが、旅の中でいろいろな人と関わることで旅により一層彩りが増すのではないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とベルマークをポチッとお願いいたします。